皆さんこんにちは。地図旅のお時間です。韓国はソウルのキンポ空港にいます。今回の SFC 出場はシドニー行きなんですが、出発地は羽田ではなくソウルからスタートです。早速チェックインをしようと思ったんですが、 ANA カウンターはこんな状態。有人対応はやってないようです。今回はアプリでのオンラインチェックインもできなかったので、別の方法でチェックインしましょう。自動チェックイン機を使います。 ANA を選んで注意書きを読みつつちょっと待つと ANA のチェックイン画面になりました。チケットが発見できました。これはソウルから羽田の区間、一緒に羽田からシドニーのフライトも発見されました。それではここで海外発見についておさらいしてみましょう。海外発見とは出発地を海外にして航空券を購入することを言います。今回で言えばソウルを出発地にしてシドニー行きのチケットを取っていますね。メリットは航空券代が安くなる可能性があること。今回で言えば羽田シドニーの場合往復で20万円弱でしたが、ソウル羽田シドニーは往復で10万円でした。もちろん割安具合は時期や路線によって異なるので、定期的にウォッチするのが大切です。デメリットは出発地点までのチケットを別途用意する必要があること。そのため今回は日系 LCC である ZIP エアーで成田からインチョンに事前に飛んできています。事前移動も ANA でも良かったんですが、そうすると羽田発よりも割高の PP 単価になってしまうので LCC にしました。準備フライト費用も含めて今回の PP 単価は16円くらいになっているので、最近の国際選手量であればまずまずの効率だと思います。ちなみに今回は成田インチョンからキンポに移動して羽田に戻り、羽田シドニー羽田を往復し、さらにキンポに飛びます。これで来年度のプラチナステータスに到達する予定です。その後は関空経由で沖縄へ遊びに行きます。海外発見の方法は難しいものではなく、いつもの予約画面で出発地を海外の空港にするだけです。出発地までは別手段で移動する必要があるので、近場のソウルやクアラルンプールなんかが海外発見の定番ですね。それでは説明はここまでにして手荷物検査を受けてしまいましょう。キンポ空港の制限エリア内にやってきました。現在17時ですが、これからのフライトはそんなに多くないみたいですね。まだ2時間以上時間があるのでラウンジに入ってみようと思います。といっても狩猟中の身なのでスターラのラウンジは使えないので、プライオリティパスで利用できるスカイハブラウンジに行きます。ちょっと混んでそうですね。ラウンジ内はそこまで広くないですが、席はたくさんありました。細長いラウンジの奥にご飯コーナーがあります。サラダ類とジュースにパン、温かい料理もありました。プルコギとか韓国料理が多そう。スープとお米もありますね。ビールとプルコギとサラダをもらってきました。この後機内食も出ると思うので、軽めに食べつつ少し仕事を進めようと思います。ラウンジから出てきました。だいぶ日が落ちてきましたね。ゲートそばのカフェは結構混んでました。今日の飛行機はこちら。あっという間の韓国でしたが、また数日後に帰ってきます。時刻は19時11分。まもなく搭乗開始です。機内に乗り込みました。一応窓側の席を予約したものの、落ち着いて外を眺める時間もなく着いてしまう気がします。機内食が来ました。少しだけ韓国料理っぽい味付け。お米と豚肉の他にクラッカーやチーズなんかが出てきました。わずかな飛行時間でこれを出して回収しないといけない CA さんは大変そう。機内の様子をお届けする間もなく眠りに落ち、気づいたら羽田に着陸していました。
少し古めの機材でしたが、何も不便なく快適なフライトでした。割と搭乗率も高くて、インチョン微妙に高くても時間を取る出張客も多い印象でした。SFC 指導のための海外発見で乗ってる同志はいるんだろうか。ANA ですが到着は第3ターミナル。これから入国して一度自宅に帰ります。羽田乗り継ぎになるときはだいたい夜の便にして、こんな感じで自宅に一度戻ることが多いですね。その方が荷物もコンパクトになるので。日本に入国しました。まずは主要の1レグ目完了ですね。残り約 7000pp。 それでは一度お家へ帰ります。また明日。おはようございます。2レグ目は羽田の第2ターミナルから出発です。約8時間半のフライトでシドニーへ向かいます。第2ターミナルからの国際線は先月のバンコク以来ですね。シドニーには2泊するんですが、大好きなイエスホテルに泊まる予定なのでそれも楽しみです。では検査場を通って出国の手続きをしましょう。シドニー行きは約1時間後の出発。72番ゲートですね。787でのフライトです。朝ごはんがまだなので何か食べようと思います。マグロ丼にしました。朝ごはんというには重いんですが、前回のバンコク行き深夜便の時には閉店していて食べられなかったので、日本食はしばしお別れだからね。ではいただきます。空港飯だからそこまで期待してなかったのにすごく美味しかったです。お値段もそこまで高くなかったのでおすすめかもしれない。ごちそうさまでした。さあいよいよ登場です。今回の主張のメインディッシュ区間ですね。オーストラリアはケアンズしか行ったことないので楽しみです。登場しました。あまり混まなそうな気配がしますね。綺麗な機材です。安全のしおりは結構年季が入ってた。ディスプレイなどもろもろはいつもの感じですね。シートピッチはエコノミーでもこれくらい広々。どうやらお隣もいなさそうなのでのびのび使えます。飛行機が動き出しました。近くにスター・ウォーズジェットがいますね。羽田空港を離陸していきます。これからシドニーまで長旅のスタートです。今回は太平洋をずっと下っていくのと、オーストラリア大陸の様子が見れるんじゃないかというのが楽しみですね。朝からたくさんの船が行き交ってますね。画面奥に見えるのはみなとみらいの街並み。窓の外に虹がかかっていました。こんな何もないところでも虹ってできるんだね。東京湾の沖の方に出てきました。今回のルートはこのまままっすぐ南に向かうらしい。遠くの方に富士山が見える。こうやってのんびり窓の外を眺めるのは飛行機旅の醍醐味だよね。ドリンクのサービスに来てくださったのでビールをお願いしました。今回はプレモルでしたね。一緒にオレンジジュースももらいました。それぞれ少し飲んだら1対1で混ぜてオレンジビアにします。外は穏やかな天候で安定して進んでいきます。海の上なので小さな雲が多いですね。4月から始めた SFC 市場で一番気持ちのいいフライトかも。隣も使わせてもらってますが、機内食がやってきました。今回はチキンにしました。卵そぼろと鶏と野菜のご飯。あとサラダにナムルっぽい何かかな。
あと鴨とクスクスの前菜、クラッカーとチーズにハーゲンダッツのクッキー&クリーム。ではいただきます。ご飯を終えました。残り7時間49分。しばらくのんびりしようかな。飛行機は硫黄島の上を飛んでいきます。雲でわからん。雲がたくさん出てますね。機内の照明が落ちてつられて寝てしまってました。グアムを過ぎたあたり、もうすぐ半分ってところかな。やっぱりオーストラリアってでかいね。立派な雲の下に陸地が見えています。どうやらパプアニューギニアの上空みたいですね。オセアニアは行ってみたいところはたくさんあるな。すごく大きい雲と遭遇しました。この雲をぐるっと回り込むように飛行機はルートを変えています。いい形の雲だな。飛行機はケアンズに差し掛かったあたり、残り2時間45分の距離です。機内では軽食が配られました。かわいいデザインだね。中身はご覧の通り。ヨーグルトとサンドイッチ。キットカットとフルーツもついてました。ずっと座ってるだけであまりお腹も空いていませんが、きっと晩ご飯まで時間が空いちゃうから食べておこう。サンドはカンパーニュ系のパンで美味しい。スケールの大きな景色が見えてきました。高低差のそんなになさそうな大地が広がり、湖も見えます。太陽は大地の向こうに沈んでいきます。まっすぐな地平線が広がってる。太陽も沈んでそろそろシドニーが近づいてきました。シドニーに到着しました。周辺に配慮しているのか空港がかなり暗いです。確か23時には空港自体が閉まっちゃうらしいです。なので空港泊なんかもできないので注意が必要です。オーストラリアに入国しました。割とこじんまりとした空港。中心部に出るために電車に乗ります。シドニーの公共交通機関はオパールカードという IC カードがありますが、改札はタッチ機能付きのクレジットカードでも通れます。なので今回はクレカでそのまま乗車します。やってきた電車は2階建てでした。中も綺麗だし、そんなに混んでなく、治安の心配もそんなになさそうですね。これでホテルの最寄り駅まで直行です。雰囲気がロンドンの地下鉄っぽい。まあ歴史を考えりゃ当然っちゃ当然なんですけど。シドニーでの宿に到着です。大好きなエースホテル。7年くらい前に LA で泊まってからファンになってしまいました。今日は早く寝て明日に備えます。おはようございます。2泊3日のシドニー観光を終えて空港に帰ってきました。これから羽田に向かって帰るフライトに乗ります。シドニー観光編は別動画として後日公開予定なので、興味がある方はチャンネル登録お願いします。シドニーの ANA カウンターはちゃんとオープンしていました。でも今回はオンラインチェックインができたので、このまま検査場に向かいます。出国してきましたが、ショップエリアが賑やか。国際線のターミナルはこうあってほしいというイメージ通りです。ワクワク感が大事。少し時間があるのでプライオリティパスが使えるこちらのラウンジへ。ブリティッシュエアウェイズなんかも使ってるみたいで、内装は結構しっかりしてます。個室席もありました。ファミリー用かな。
大きな窓からすぐそばに飛行機が見えるいいラウンジですね。出発まで少し仕事をして過ごします。それではラウンジを出てゲートに向かいます。10分くらい歩く距離なので ANA 利用の人はご注意ください。それでは3レグ目の羽田行きへの搭乗です。機内に乗り込みました。と同じ機体ですね。今回は隣の席にもお客さんがいて搭乗率もかなり高めみたい。シドニーの中心街が見えます。詳しくはシドニー編も見ていただけると嬉しいんですが、想像していた10倍くらいシドニーはいいところでした。中心部はすごく都会なのに車で30分の距離には美しいビーチもあって気候も過ごしやすいし最高でしたね。また近いうちに行きたいと思います。シドニーを離陸していきます。帰るのが惜しいよ。画面中央に見えるのが中心街ですね。小さなニューヨークみたいな感じでした。シドニー入植は約240年前らしいですが、そこから急速にこんな立派な街になるんだからすごいですよね。さて飛行が安定したらすぐにご飯が運ばれてきました。こんなにメニュー構成は変わりませんが、食材が現地のものになっているのが旅を感じて楽しいですね。ではいただきます。飛行機はケアンズのあたりへ。グレートバリアリーフが見えるかなと思ったんですが、787の窓についてる色のせいかあまり綺麗に撮れませんでした。この辺りはやっぱりボートで島に渡るのがいいですね。食後にアイスを運んできてくれました。そして機内の照明も暗くなったので、ここから先は寝ておいてくるということでしょうか。パンを食べ終わった後にちょっとしたきっかけでお隣のお客さんとおしゃべりしました。オーストラリア人の新婚カップルでこれからハネムーンの旅行で日本に行くらしいです。いくつかご飯屋さんをおすすめさせてもらいました。後期はグアムもだいぶ過ぎたところ。日本はすぐそこです。定食ボックスの中身はこんな感じ。羽田発と比べると外国のランチっていう内容に変わってました。リターントリップ効果もあってあっという間に羽田に到着。バスでターミナルに向かいます。サクッと入国です。税関申告のオンライン化やパスポートゲートのおかげでかなり早くなりましたね。時刻は21時30分。ひとまず今晩は家に帰ってまた明日空港に戻ってきます。オーストラリアは冬だったので服装もそれ対応でしたが、明日はソウルと大阪を経由して沖縄に向かうので荷物も入れ替えます。海外発見で日本経由のフライトだとこういう工程が組めるのがいいですね。ちなみにこの時点での獲得 PP は3万ポイントに到達。ライフソリューションサービスとの組み合わせで来年度のプラチナサービス到達が確定しました。ここでライフソリューションサービスを絡めた SFC 資料の条件を整理してみましょう。プラチナサービスに到達するためには5万 PP を貯めることが必要です。ですが、ライフソリューションサービスを組み合わせると年間3万ポイントの PP とライフソリューションサービス7個、ANA カード決済400万円以上でもプラチナになることができます。ただし1の場合はすぐプラチナ認定と SFC 入会ができるのに対し、2の場合は来年4月からプラチナ認定と SFC 入会となります。自分の場合はご覧のサービスを利用して条件を達成しました。 PC 採拠系は何かしら必要なものがあると思うので達成しやすいです。無駄にお金を使ったのは ANA ポケットくらいですが、それも500円だけでした。ちなみに自分は気づかず1サービスを多く利用していたので、この ANA ポケットの500円の出費も本来は不要でした。これだけでプラチナへの必要 PP が2万ポイントも少なく済むので、コスパ重視派は活用すべきだと思います。おはようございます。昨日に引き続き海外発券チケットでの SFC 資料です。
これから羽田空港から韓国のキンポ空港に飛びます。オンラインチェックイン済みで8時10分の搭乗開始ですね。あと1時間ほどあります。10時間ぶりに羽田の第2ターミナル国際線に帰ってきました。次のキンポ行きは海外発見分の最終区間ですが、その後は関空経由で沖縄に向かいます。出国してきましたが、今回のゲートは700番。番号が1桁多いからバス移動かな。とりあえずゲートの方に向かいます。2時間のフライトでもしっかり機内食が出てくることを学習したので、今回は空港飯は控えておきます。やっぱりバスでした。今日は土曜日なんですが、観光っぽいお客さんで賑わっています。PP 的には3万ポイント到達してプラチナの条件を満たしているので、実はこの最終レグは乗らなくてもよかったんですよね。なんですけど、せっかくなので5万ポイントまで修行を続けることにしました。そうすることですぐ SFC に入会できるというのが一つ目の目的。もう一つはダイヤモンドステータスの獲得です。先ほどライフソリューションサービスの特典を説明しましたが、これはダイヤモンドステータス獲得においても有効なんです。ダイヤモンド到達には年間で10万 PP の獲得が必要です。ですが、ライフソリューションサービスを組み合わせることで、ライフソリューションサービス7件と ANA カード決済500万円以上であれば、必要な PP が5万ポイントまで引き下げられます。というわけで、市場継続のために、まずは韓国まで行ってきます。残り2万 PP をどうやって貯めていくかはまだ確定してないんですが、考えながらチケットを検索するのも楽しいんですよね。画面中央には同じタイミングで離陸してきた飛行機がいますね。離陸する飛行機を上から眺めるってレアな体験ですね。羽田周辺は少し霞んでましたが、ちょっと飛んできたら綺麗に街並みが見えるようになりました。まずは西に向かって進んでいきます。ウェングレットの ANA カラーが綺麗。今回のフライトはボーイング767です。今回の機内食はビーフシチューとオムライスでした。前菜には見覚えのあるメンバーも。こっちは初めてですね。それではいただきます。飛行機は日本海に出ました。朝の時間帯だから光は柔らかくて綺麗ですね。少し飛んでると不思議な雲の列を見つけました。風の流れが交わる場所なんでしょうか。これのすごいのがモーニンググローリーになるのかな。雲の列は画面の奥、北の方までずっと続いています。朝ごはんを食べ終わりました。ごちそうさまでした。ちょっと反射してますが、飛行機はもうすぐ韓国上空に入るところ。ソウルの街が近づいてきました。少し離れたところはこんな感じの団地群がたくさんありました。この辺りがソウルの中心部ですね。もうすぐ着陸なんですが、住宅がすぐ下にたくさんあります。キンポ空港はかなり都市に近い位置にある空港なんですね。キンポ空港に着陸しました。これで ANA 海外発見区間は完走ですね。
この後は再び数時間後には金浦空港から関空に飛びます。今入国して外に出てきたばかりなんですが、とりあえず出発ロビーで次の発見だけしておきます。発見できました。ノーリクラインとある通り、一番後部の座席でリクライニングができないシートです。次はチェジュ航空なので座席指定が有料だったんですが、一番安く指定できるのがこのシートだったんです。金浦から関空まで1万6000円。直前予約だったのであまり安くなりませんでした。次の搭乗開始まで2時間しかないので、街には出ずにロッテモールに向かいます。ロッテモールは空港直結のショッピングモールなので、そこで少し時間を潰しましょう。ロッテモールにやってきました。多分ちょっと年季の入ったモールなんだろうけど、生活に便利なお店が一通り入ってそうな印象。ポール・バセットも見つけた。ポール・バセットは第4回大会のバリスタセカンドチャンピオンで、日本でも店舗を展開してるんだけど、韓国ではかなりの店舗数を展開してるって聞いてたんだよね。ぐるっと見て回ったけど、このベーカリーカフェに入ってみます。ケーキの種類はいろいろある。サンドのセットもあるんだね。結局普通のクロワッサンにしました。なぜならドリンクがバカでかくて甘そうだから。なかなかのでかさだね。この組み合わせで800円ぐらいでした。クロワッサンは4月にソウルで食べ歩きした時のお店の方がやっぱり美味しい。撮った写真の整理を今のうちにしておくことにします。ちなみにここはシドニーから30分くらいのところにあるボンダイビーチ。いわゆるリゾートのビーチの色とも違う独特の青で美しかったです。さて空港に戻ってきました。これから今日2本目の飛行機です。14時発のチェジュ航空関空行きに乗ります。今日中に沖縄に行かないといけないんだけど、調べたら関空までチェジュ航空で行って、そこから ANA っていうのが良さそうでした。ふと ANA アプリを見たら昨日までのフライトの PP が加算されていました。4月に動き始めてから4ヶ月での3万ポイント到達です。ライフソリューションサービスは1つ余計に使って8サービス。 ANA カードはアメックスなので年末にしか反映がされないみたい。まずは1つ目のマイルストーン到達ですね。チェジュ航空は35番ゲートから。成田だといつも徒歩搭乗なのでゲートから行けるの不思議な気分。今日乗るのはこちらの機体。やっぱりチェジュ航空はカラーリングが可愛い。では乗り込みましょう。これが例のリクライニング付加シートです。まあでも普段から座席倒さないから全く問題ないです。シートピッチはやっぱりちょっと狭いよね。一般的な LCC サイズだと思うけど、ジップエアに乗った後だとやっぱり差を感じる。滑走路へのサキシング中に可愛い飛行機を見つけました。これはハイエアというコミューターエアラインで2023年に破綻してしまったみたい。足穴が落ちてきました。LCC は窓が汚いことがあるのがたまに傷ですね。離陸です。金浦空港は空いていて快適そうですね。飛び立つとすぐに眼下にまた団地群が見えてきました。こういうニュータウン的なものは韓国では今も一般的なのかな。少し飛んだだけであっという間に関空が近づいてきました。
やっぱりアジアに行くには関西や九州の方が圧倒的に有利だよね。今は淡路島の上空ですが、ここまで1時間半しかかかってません。あっちが徳島の鳴門海峡だね。シドニーに行ってる間に日本には強烈な台風が到来していて、海や湖の水にもその影響が少し見えました。飛行機は淡路島から和歌山方面に抜けた後にぐるっと回り、関西国際空港に着陸しました。関空に LCC で降り立つのは初めてなんだけど、こんな感じのところに着くんだね。というか関空自体が開業の頃に一度使っただけだな。飛行機からターミナルへは徒歩です。そのまま簡素な作りのターミナルを歩いていきます。そのままぬるんと入国完了。正面の建物が国内線っぽいので歩いていきます。こっちもすごい簡素なんだけど、こんな感じだったっけ。明らかに違うところに来たみたい。ここは LCC 用の国内線ターミナルってことだね。記憶にある関空と違いすぎる。ピーチしかいないし、どうやらバスに乗って第一ターミナルに行く必要があるらしい。さっきちゃんと読めばよかった。というわけでぐるっと回り道してバス乗り場にやってきました。初見ではこのエアロプラザっていうのがターミナルだと思わなかったんだよ。本物のターミナルが見えてきました。全然大きさが違うじゃないか。そうそう、この感じだよね。これは覚えてる。ターミナルに到着しました。ちょっと時間があります。レストランが多いね。なんか和食っぽいものがいいな。毎度大きに食堂っていうお店にしました。自分で好きなおかずを選んでトレーに乗せるスタイル。和食なのかは微妙なライン。ではいただきます。ちょっと空港内を散策します。来年の万博に向けて何かありますね。関空には開業したての頃に来て以来なんだけど、ちょっと古い感じになってきてるんだね。ああ、この天井の感じは覚えてます。国際線もすごいにぎわってるんだね。検査場を抜けて制限エリアに来ました。中はきれいに改装されてるんだね。ゲートは24番らしいので向かいましょう。ゲートはまだ時間が早すぎてスタッフさんもいません。しばらく作業を進めながら待ちましょう。しかし随分とガラガラなんだよね。いくら時間が早いとはいえ待ってるお客さんが数人しかいません。 Wi-Fi を使おうとしたら西の乗りがありがたく使わせていただきます。搭乗時間になりました。今回の狩猟の最終レグです。やっぱり乗客はすごく少ないみたいです。お客さん全然いません。機体はボーイング737の800、小さめの飛行機で飛ばすんですね。さっきの地上航空と比べたら広々してる。関空を離陸していきます。もうすっかり真っ暗。今日は一日中移動してますね。上空で Wi-Fi につないだらブロンズおめでとうの通知が届いていました。正直ブロンズの使いどころがあまり分かっていないので、さっさとプラチナを目指していきましょう。那覇空港に到着しました。最後の区間は爆睡でしたが、これにて今回の狩猟は終了です。
3万 PP を超えたことで来年のプラチナサービスと SFC は確定したので、最低限の目標は達成しましたね。ここまでに使った費用は48万5000円、31万865ポイント獲得なので PP 単価は 15.2 円でした。もともとはこれで SFC 市場を終える想定でしたが、まだ年内に海外に行く予定もあるので、もうしばらく市場は続きます。あと2万ポイントの市場にも良ければお付き合いください。さすがにちょっと飽きてきた感もあるので、これまで行かなかったところにも行こうかなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。